Good morning, everyone, and thank you very much for joining in Expo Osaka Kansai Theme Week's Agenda 2025. Learning and Playing Session 1, Learning in the Era of AI. Hi, my name is Akiko Tsuchiya, and I'll be your host for today's program. Expo 2025 Osaka Kansai organizes Theme Weeks, which are programs aimed at solving global-scale issues. Theme Weeks are special initiatives held during the World Expo. They take advantage of the unique setting where countries around the world gather in one place for 6 months. During these weeks, experts from various fields, companies, government officials, and everyday citizens come together. They share knowledge, exchange experiences, and engage in dialogue. The goal is to find solutions to global-scale issues, spark new ideas, and foster innovation. Together, we aim to create a future society for our lives. There are 8 different global themes featured in the Theme Weeks, and the current week is to talk about learning and playing. Today's program is Agenda 2025 organized program, and the theme of the session is Learning in the Era of AI. And the main question will be, why do people learn in the era of AI? This program is also in streaming at the Virtual Expo. So, without further ado, I'd like to invite the moderator and panelists of this session. Everyone, please come forward to the stage. 皆様どうぞ大きな拍手でお迎えください。本日のパネリスト、そしてモデレーターの方々です。Okay, here are today's speakers. First of all, I'd like to introduce Ms. Noyuri Mima, Learning Scientist, Future University Hakodate. Would you like to say hello with your microphone? Thank you. おはようございます。函館から来ましたミマです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。Next, I'd like to introduce Ms. Karen Klanuwat, Sakana AI Staff Research Scientist. おはようございます。カラヌワット・タリンと申します。魚 AI のスタッフリサーチサイエンティストです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。Also next, here is Mr. Jun Dekimoto, the University of Tokyo Sony Computer Science Laboratories Incorporated. 皆さんおはようございます。歴本と申します。今日は、いろんなディスカッションできることを楽しみにしております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。And here is Ms. Vu Van, co-founder and CEO at ELSA Corporation. おはようございます。My name is Vu Van. It's my great honor to be here today. Thank you. Welcome. Thank you. And as today's moderator, we have Mr. Yoichi Ochiai, the media artist. はい、こんにちは、落合です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。We are pleased to welcome you all here. Now, I would like to hand it over my microphone to today's moderator, Mr. Ochiai. はい、というわけで、私が最初にちょっとだけこの前段なんでこの未来の遊びと教育、そして AI 時代にどうなるのかっていうお話になったのかっていうところをちょっと説明しようと思うんですけども、人類は今非常に AI が発達してきて、ある種文明が変化している時代になってきたというところがあって、我々狩猟採集時代から農耕をしてその後科学を始めてってきたんですけども、人間自体は人間の遺伝子的な性質自体はそんなに大きく変化はしていなくて、でただ我々の産業との関わり方とか、あと社会制度の在り方とか、あと物の考え方、いろんなものが変わってきたところがあると思います。で、その中で
じゃあ、そうですね、狩猟採集の頃から農耕、そして科学って発達してきたこの世界がじゃあ今後どうなっていくんだろう、その上で教育や学びっていうのはどういうあり方があるんだろうっていうことを考えようというのがポイントでございます。で、テーマウィークということで、うちのパビリオンともちょっと関係してた方が面白いのかなと思うんですけども、うちの、ぬるぬる館っていう、ぬるぬるというパビリオンがテーマ事業でやってるんですけども、その中で出てくる歴史の年表を発明を昔から並べてみたんですね。狩猟採集時代、農耕時代、重要な発明、例えば火を起こせるようになったとか、家を建てられるようになったとか、船が作れるようになったとか、あとヨーグルトを作ったとか、分かんない、いろんなものです。で、そういったようなたくさんの発明を振り返っていくと、大体ここで紀元前が終わるぐらいで。じゃあこの年表折り返し地点ってどの辺ですかっていうと、半分の地点大体1940何年とか。つまり人類の発明をバーッと振り返っていくと、大体、重要な発明はやっぱりコンピューター発明以前とかコンピューター発明以後あたりで急激に増えていくので、そうすると、人類の発明の速度、イノベーションの速度っていうのはものすごく速くなっていってるわけです。よく見るところは折り返しがさっきまで10万年単位だったのがもう100年ぐらいになってきて、つまり人類がイノベーションを起こす折り返し速度っていうのはものすごく速くなっていっています。それがいつの間にかさっきまで100年だったのでもう50年単位ぐらいの折り返しになっていって、で、これから先多分この折り返しが1年に1回とか3日に1回ぐらいの折り返しになっていって、人間は多分もう技術のことも追い切れなくなっていくんじゃないかっていうのが考えられると。今このくらいでコンピューター発明されて情報時代になってというと、もう時代めちゃくちゃ早く進むんですね。で、そうですよね。だって携帯電話とか E メールとか、大体いろんなものがすごい速度で発明されていって、インターネット以後もものすごく速度が上がっていくんですけど、その後人類が作らなくなったらどうなっちゃうんだろうっていうのが今世界中で議論されているところだと思います。もちろんね、今クローン羊言ってるんですけど、人間の体もひょっとしたらバイオテクノロジーによって変わっていくのかもしれないし、はたまたじゃあ遠くの惑星まで人類が行ってしまうのかもしれないと思いますと。で、ちょっと生成 AI にそれをまとめてもらったら生成 AI っぽいフォントになってしまったんですけど、10年パーイノベーションだった1万年パーイノベーションだったのが10年パーイノベーションになり、どんどん短くなっていくっていうようなこんな感じです。で、そんな風に自然からいろんなものを受け取りながら文字を作ったりとか、体はそんなに変わってないんですけど、いろんな文明を発達させてきた中、教育はじゃあどうなのと言われると、ここでは日本とアメリカの年表を出してみたんですけど、大体この190年から160年ぐらいしか一般的な学校の教育っていうのはあまりやられてこなくて、大体この2世紀か 1.5 世紀分ぐらいです。で、そうすると人類の250万年ぐらいの歴史の中ではほんのわずかな期間ですし、そうですね、文字を発明したりシンボルを作ってからって考えても本当わずかな期間です。で、なんで極めてすぐ変わってしまうかもしれないし、逆に言うとこの文化を残すかもしれないので、そういったことを含めて議論できればなと思っています。で、地球過去からいろんなこと人類いろいろやってきたんですけど、その中でいくつかちょっと補助線を引いて、最初のトークを終わらせたいと思うんですが、植物とか地球ってじゃあどのくらいいろんなものあるのというと、植物が地球上には450ギガトンカーボンあって、地球の 82% ぐらいのバイオマスは植物でできていると。じゃあ人間関連ってどのくらいですかというと、人間が大体動物って書いて2ギガトンカーボンの中の 34% ぐらい人間なんですね。で、その中で野生哺乳類ってわずか 4% ぐらいしかいなくて、でほぼ家畜と人間であそこ覆われてるんですよ。で、人間よりも家畜の数の方が多いので、地球上ほぼバイオマスっていうのは植物のもので、人間すごい少ないので、つまりバクテリアとか古細菌よりもはるかに人間ってすごい少ないと。ただこれ面白いのは、でも地球上は植物の星に見えるんですけど、だからバイオマスと人間の構造物の量っていうのは実は2020年ぐらいに反転したと言われていて、つまりバイオマスの量では、人間は本当わずか数%しか地球にいないんですけども、ただ人間が作った構造物、例えば建物であるとか、あと例えば機械であるとかいうものは2020年ぐらいに実は反転してまして、でそうするとじゃあ地球上で一番多いものは何ですかっていうと、人工物が一番多いんですよ。バイオマスの上に乗っている。で人工物、じゃあ今コンピューターにつながってますかって、全部つながってて、そうするとコンピューターや AI によってつながっているものが全生物よりも多いのがこの地球に今なっているので、
そうすると私はそれをデジタルネイチャー、計算機自然って言ってるんですけど、ほぼ計算機は自然物、自然と見て森や山の木々が見えるみたいなところの上よりもはるかに多くの量の人間が作った構築物が増えている時代ですと。で、その時代に人類どう生きるんだろうって、僕よくこれも生成 AI っぽいんですけど、またぎドライブって言葉をよく言ってまして、どういうことかというと、狩猟採集時代があって、その後江戸期にまた狩りの仕方が変わってまたぎっていうスタイルが、つまり農耕民と狩猟を両方やる人が生まれて、で現代ってじゃあその情報が整備されてインフラができた上で人間ってどういう生活やスタイルに戻るんだろうっていうのを私は興味があって、それってある種農耕民の横にいたまたぎ民みたいな感じにするしか、人類やることほとんどないんじゃないかって僕は思っててですね、つまり農耕的な活動は AI やロボティクスや自動化されたインフラストラクチャーがやっていくとすると、人間が何がやっていくんだろうっていうと、それは独自の宗教を持ったりとか独自のコミュニティを持ったりとか、あとは農耕や機械生産では得られない新しい価値っていうのを発見していくようなことをするんじゃないか。でそれってどんな風なスタイルなんだろうっていうことを考えています。で、そんな今日はトークの中で、じゃあ文明発達してきたけど俺たちそれをどう学ぶの、教育するのとか、じゃあそれをどうやって、考えながら生きていくんだろうっていうのを喋るのに、この5人で回していきたいと思います。でこの後からちょっと一人一人自己紹介に入るんですけど、僕の軽い自己紹介でちょっとパビリオンの映像を持ってきたんで、うちの落合館ぬるぬるの説明だけちょっと最初します。で、ぬるぬるです。陽一落合のシグネチャーパビリオン、表面は銀でできてこんな感じで鏡のパビリオンです。でちなみにこの鏡がですね、伸びたり縮んだり変形する鏡でできていて、こんな風に伸びたり縮んだりしています。リングの上から見るとよく変形が分かるので、遠くから見ても結構綺麗ですが、近くに寄ると割とこれ吠えてんのかこのパビリオンっていうぐらいいろんな音がします。で、ヌルとか書いてあるんですけども、でテーマは人間はどう記号を手放していくか。例えばじゃあ我々の名前であるとか、我々がじゃあ、やってきた、例えば教育されてきたいろんなことをどう手放しながら生きていくんだろうかっていうのが中に入ると見えると。で2つのモードがありまして、1個は人工生命がわーっとしているインスタレーションモードっていうので、これ記号がなくても生命って生命風に見えるよねというのがテーマで、ライフゲームだったりとかレニアであるとか、最近あるような、ライフゲームとかをどう補足化するかっていうようなことをやってます。で外観はやっぱり鏡がテーマなので、その鏡を風景の中に溶け込ませる建築として作って、でそれが風景を変換していくっていうのがポイントでございまして、そんなところが外では展開されているっていうところです。で中に入るともう一個のモードではデジタルヒューマンって人間の鏡の写しのデジタルの身体とどう会話するのかっていうところがポイントで、そんなところを作ってるパビリオンです。で近く寄ってもこんな風にニュルニュルと動いています。外もヌルヌルしてるし内側もヌルヌルしてるっていうところがすごい特徴な建物です。ちなみにこの歌は南春夫さんの声のオマージュの「さよならホモ・サピエンス」っていう曲が中でもかかってるんですけど、なんで人類がどうさよならホモ・サピエンスしてヌルに帰るのかっていうのをテーマにさせていただいております。で夜も綺麗なのでこんな風に見に来ていただければと思いますが、そんなところです。で、この後皆さんの、自己紹介スライドになる前に、今日はこのメンバーでどんなことを話すのかだけ、一言、言わせていただくと、暮らすために学ぶ必要のなくなった時代かもしれない。これどういう意味かというと森の中で一人だったら学ばないと火起こしもできないし生きていけないので、別に学ばないと生きていけるだろうっていう今のインフラが高度に発達した時代に人間って何で学ぶんだろうとか、あとAI によって多くのものが代替される時に人間って何を学ぶんだろうとか、 AI によって学び遊びの形っていうのはどう変わっていくんだろうっていうのを、テーマにしていますので、そんなことをしゃべるのを5人でやっていきたいと思います。では美馬先生に、マイクを渡しましてちょっとお話をお願いします。どうも美馬のよりです。美馬さんで結構です。私は学習科学者として、ベースがコンピューターサイエンスで、その後教育学と、認知心理学をやってるんですけれども、これは今日ご紹介させていただくのは市民活動を17年間やっていて、
大人から子供までみんな楽しもうっていうことで、ジャン・ジャック・ルソーがこの言葉を発した250年後に函館で始めました。どうぞご覧ください。はい、大人から子供まで、素人から専門家まで、これは10年目のものです。本日から開催いたします。これはもういろんなボランティアの方、自分たちでこう出展して、子供用のものから大人ものまで、函館市という小さな地方都市でやってます。これはちょうど初めて10年目の時の映像です。これは東日本大震災があった年に行ったものです。これは大人ばっかりのですね、お船の上でもやりますし、これが農業試験場。もう科学って私たちの日常いろんなところにあるんです。ここはちょっと静かにしてご覧いただければと思います。これはですね、停電になった時に懐中電灯があればライトができると。これは高校生の発表会ですね。これ全部聞こえない方のために文字起こしも全部してます。自動的に。テルミンです。毎年テーマに合わせてゲストを呼んでご覧ください。これはリタイアした方がもう説明したくて子どもたちに大人にも。これ人工いくらの作りですね。まだよく子供のためが多いんですけれど、大人だけが楽しめるものもあります。で自分がある時は演じるし、ある時は自分が観客に回る。これはここからが去年です。科学を街に出すということで、大学でやる、研究所でやるのではなくて、みんなが集まるところに出ていくというコンセプトでやっています。地球が大変なことになっているっていう実感をもう持つようになっていますよね。地球はですね、その46億年の歴史を持って初めての女性の南極の隊長の方にも来ていただきました。一度も経験したことありません。どうぞ皆さん、子どもたち、大人たちの表情に注目してください。いろんなところに出かけます。超電導ですね。南極の氷はですね、雪が積もってそれが押し固まってできた。溶けるときそれが弾けて音がするという、出てくるのは多分1万年から2万年ぐらい前の空気です。17年やってると、こういう参加した子どもが高校生、大学生になって、今度は自分がやる側になるということも起こってきます。これ農業試験場でお米ですね。これ血管並みです。はい、ここで私が仲間と一緒にやってるのは、予期しないものに出会う。そこでいろいろ試行錯誤する。
でそれがこの私が今言っている Human Learning Design、人道的なという、そういう人間らしい教育、疑問を持つこと、みんなで対話をすること、そして遊んで行動すること、これがこれからの時代にますます必要になっていくのではないかというふうに考えて、仲間と一緒に実践をしています。はい、ありがとうございました。次はじゃあタリンさんの自己紹介をお願いします。間違えた。はい、おはようございます。クラヌワットタリンです。文字ばかりのスライドになってしまったのですけども、これが私の経歴なんですね。私はもともと修士博士は早稲田大学大学院文学研究科、専門は源氏物語なんです。古典文学をずっと勉強してきて、それで私が博士卒業した後に AI 研究者になりました。なぜAI 研究者になったかっていうと、私がですね博士の勉強していた時にどうやってみんながもっと古典文学読んでくれるかなってずっと考えていて、それでやっぱり読みにくいから、あと口一読めないとかの課題があったら、じゃあ読めるようになったらみんながもっと読んでくれるんじゃないかなと思って AI の業界に入りました。それでその後卒業した後に国立情報学研究所ロイス DS 人文学オープンデータ機動利用センターの特任助教になって、その特任助教のやっている間に屈指認識モデルを開発しました。特にMIO っていう屈指認識アプリを開発して、このアプリはAndroid、iOS の無料でダウンロードができます。この資料を写真を撮って認識ボタンを押すと屈指が現代日本語の文字に変換してくれるものを開発しました。このアプリは現在までダウンロード回数20万回以上があって、そして2022年クーテサイン賞を受賞しました。そのNII ですね、国立情報学研究所の後に私がGoogle のAI 研究開発部門の Google リサーチ連チームとGoogle ディープマインに入社しました。そして、AI 研究なんか博士卒業してからずっと AI 研究やってて、でGoogle で退職した後に2024年魚 AI のスタッフリサーチサイエンティストに就職しました。魚 AI ではいろんな AI 研究開発をやっているんですけども、特にファウンデーションモデルを学習とか開発とかをたくさんやってて、でもやっぱり私の出身は日本古典文学なので、 AI と日本古典文学と日本文化を活用してみんながもっと面白く読めるようになるとか、あとは楽しく遊べるようになるとかをいろいろ考えました。そして最近開発したものはエオ浮世絵とエオ錦絵っていうものがあって、このモデルは立命館アートリサーチセンターと共同研究をやっていて、 AI の画像生成を2万4000枚の浮世絵を学習して、日本のカラーとかいろんな画像のバリエーションとかを開発して浮世絵の画像生成モデルを開発し、でエオ錦絵はカラーのついてない歴史的資料の白黒の絵がですねカラーつけられるようにするようなものです。そして今年の4月ですねリリースしたばっかりのモデルがあるんですけども、このモデルはAI のチャットボットで何を学習カラマルっていうものなんですけども、名前の由来はですねスタのカラマルっていう今大河ドラマでやっているスタチューですね、スタヤ中三郎のペンネームのカラマルなんです。でこのモデルは言語モデルチャットボットなんですけども、江戸時代の本3000冊ぐらいのテキストで学習してユーザーがなんか普通の
現代日本語で質問すると全部古文、江戸時代の古文で返事してくれるチャットボットです。例えばあなたの名前は何ですかって聞いたらチャットボットがそれがしがなはからまるにてそうろで答えてくれます。そういうどう使うかはちょっといろいろ考えないといけないんですけども、言語モデルのキャパビリティはどこまで歴史的な情報を学習できるかを研究しています。はい、私からは自己紹介は以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんくず指示アプリダウンロードしてみてください。掛け軸読むのがめっちゃはかどります。はい、じゃあ歴本先生お願いします。はい。皆さんおはようございます。東京大学とソニーコンピュータサイエンス研究所京都の木本です。で昨日京都から来たんですけど、実は関西万博が今日が初めてで。思い起こすと55年前にいわゆる大阪70年万博に行ったのが9歳ぐらいのことを思い出してて、そこから55年時間がワープしてここに来たような、あれ逆にちょっと心の中でフラッシュバックして55年前の9歳の私を思い出してて、万博から万博へワープした感じがしてすごいワクワクしてるんですけども、ですね。ですいません。でやってる研究はヒューマン AI インテグレーションと呼んでいて、実は落合さんはうちの研究室だったんですけども、僕の博士の資料教官です。そうです。そんな感じで、はい。でメインでやってるのはいわゆるヒューマンコンピューターインターフェースかユーザーインターフェースっていうのを最近はだんだんその人間拡張ヒューマンオグメンテーションとか、あるいはさらに AI と人間が一体化するヒューマン AI インテグレーションという言い方で発展させてます。で例えば一番左が皆さんお使いで分かりやすいと思うんですけども、いわゆるマルチタッチという研究の原理を25年ぐらいですかね、いわゆるスマートフォン出るはるかに前にやってまして、でこれ実はさっき三輪先生が言ったテルミンそのものなんですね。テルミン実は僕これやっても遊びが原理で、テルミンを自分で自作してテルミンって電極と電極の間に電解強度ができて、そこに手を入れると手って導電体なんで手を入れると電解静電容量が変わるので、それを使うと音のパラメータになってふにょふにょってシンセサイザーになるっていうのが原理で、それを楽器として使ったんですけど、そのテルミンをめちゃめちゃ精密に置くとこういうのができるんじゃないか。これ実はグリッドになってて24×16 ぐらいなんですけど、24×16 の全ての接点がテルミンと考えていただくと分かりやすいかなと思います。なので実はテルミンをめちゃめちゃ精密にするとユーザーインターフェースになるというまさに遊びから研究になった感じで、そうすると画面に出てるような手の形が取れちゃったりとか、あるいはいわゆる皆さんが今スマホで使ってるようなピンチングとか指を使うっていうのができるというような研究をしてました。でこういうのもユーザーインターフェースっていうのは何が便利かっていうのもあるんですけど、そもそもの話は我々ってまさに狩猟採取時代には多分全身使って手も使って、当然こうやったり石器をやった時は当然マルチタッチなわけですね。だから我々はそもそもマルチタッチ人間で、つまりフルボディ人間だったのが、ユーザーインターフェースだとマウスで1点だけで使うって非常に人工的に制約されたことになっていたので、本来我々のもともとフルボディ人間だったっていうのを取り戻すという意味もあるかなと思っていて、そういうのがマルチタッチなんですね。で今度右上に行くとこれはサイレントスピーチといって、今 AI で喋るってやりますね。声で喋るってタイピングじゃなくて、はるかに早く喋れるのでこそこそって喋るのがAI とすごくコミュニケーションできる、以心伝心できる。だけど多分電車の中にアレクサみたいにあれAI さん何とかって言うとちょっとバカっぽいですよ。隣の人こいつ何喋ってんだと思われるので、口パクで声出さないでやったらちょっとテレパシーっぽいんじゃないかってね、そういうのセンサーで、これは超音波センサーを使ったりしてやってます。でそうすると例えばイーロン・マスクとかブレインマスインターフェースって脳に本当にチップとか埋めて、そうするとまさに考えてることが AI と伝わるような時代が来るとか言ってるんですけど、ちなみに皆さんの中で頭の中埋めたい方ってどのくらいいらっしゃいます？実は私すごい埋めたくてニューラリンクの被験者応募に応募しようかと思ったんですけど、ちょっと縁遠いですよね。だけどこういうセンサーつけるだけでこのぐらい口パクぐらいで喋れたら、いわゆるセミテレパシーぐらいなことはいくんじゃって、それはかなりもう本当に実用に近い話なので、そうすると近未来にはみんなそうやって AI と以心伝心できるような世界になると。でそうすると外から見るとめちゃめちゃ頭いい人見えますよ。突然分かりますって急にAI の答えを以心伝心言ったらっていう感じなので、新しいコミュニケーションとしてはマルチタッチのマニピュレーションの時代もあるし、そのコミュニケーションテレパシーみたいな時代があるというのを思ってます。で一方そういうことするとスーパーヒューマン思考だと思われがちなんですけど、右下はソニーコンピュータサイエンス京都でやってる研究で、これ実はお茶なんて茶の湯の研究で、お茶っ
とか伝統芸能とかって自動化できても全然嬉しくないですよね。つまりお茶を立てる装置をボタンを押して作れってもそれは全く茶の湯の話とは違ってて、お茶って自分で立てたりそれを振る舞ったりって、我々人間が人間にこう動作して振る舞うとかっていうのが嬉しいわけですね。でそれって人間のやっぱ本質で、例えば楽器って自動ピアノは簡単に作れるんですけども、自分が練習してピアノ弾けるって嬉しさって全く違うと。どんなに AI 時代になっても自分が何かできるって嬉しさっていうのがあるので、それを AI で支援するという研究をやってる。でこれはラージランゲージモデルに視線とかビデオとかつけて茶の湯のお手前を教えて、それをまた人間に教えるみたいなのやってるので、ここであくまで人間が主体でそれを覚えるみたいなっていうことをやってるので、自動化のちょっと逆みたいなことをやったりしてますというような研究をやっております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではブーさんに、自己紹介をお願いしたいと思います。Hi, good morning. Again, my name is Vu. I am the founder and CEO of ELSA. We are the world's first and world's best AI English communication agent. And our mission is to transform lives and organizations through effective spoken communication. So I started the company 9 years ago out of my personal challenge. I was born and raised in Vietnam. I have learned English growing up for 20 plus years. I was really good at reading and writing. But when I first moved to the US for my MBA at Stanford University and my Master of Education there, I realized that I had a big challenge in speaking. And so that's why I started and founded the company called ELSA, which stands for English Language Speaking Assistant, so that we can help people speak better English. We started the company out of Vietnam, but very quickly we offered the solution to Japan, and now Japan is our largest market. We serve millions of learners, thousands of schools, and hundreds of organizations and companies to help transform the communication skill for people here as well. And so today I just want to show a quick video to show the journey of our company in the last 9 years and how we have impacted the world through speaking better English and giving people the confidence so that they can unlock their full potential. Please watch the video. 9 years ago, we pressed start with one belief that AI could change the way the world learns English. We create ELSA to be the first product to solve the solution. ELSA is English Language Speech Assistant. ELSA is created by a team of experts who have decades of experience in speech recognition technology, language learning, mobile development, and linguistics. And we come together with a passion to solve our own problem as well as the problem of many others. We built ELSA to be the world's smartest AI assistant to help solve the pronunciation challenge. In particular, ELSA listens to you speak English, will pick out the exact errors as you make and give you that instant feedback on how you can improve your pronunciation. And all of these feedback are fully automated through our proprietary speech recognition technology. It started with 5 people, 3 countries, and a single vision. We launched ELSA, and within hours, tens of thousands joined us. A dream became reality. From a pronunciation app to an AI-powered interactive communication agent, ELSA has transformed the way people master real-world English. With real-world role-playing, speech recognition, multi-accent training, and AI coaching, we didn't just improve English learning. We redefined it. "9 years, 55 million learners.
a team that spans continents. But beyond the numbers, it's the impact every learner, every partner, every LSAN that fuels our mission. Now we reboot the future with AI, with innovation, with you. The future of communication is here, and our journey is just getting started. Because English isn't just a skill, it's the bridge to limitless possibilities. Thank you. はい、Thank you so much. そうで、ではセッションに移っていきたいと思います。さて、今日スライドというかテーマ主に3つ質問があるんですけど、これ1個ずつ投げかけながらみんなでちょっとお話をしていこうと思うんですけど、ここから80分ぐらいあるので、お客さんからの質疑応答20分ぐらい取ろうとは思ってるんですけど、これからじっくり普通パネルディスカッションで大体この自己紹介すると終わっちゃったりするんですけど、自己紹介で終わらないようにしたいが今回のテーマでしたので、これをじっくり話していきたいなと思います。で1個目のお題なんですけど、この暮らすために学ぶ必要がなくなった時代に人が学ぶ動機は何かで、これちょっとコンテクストが複雑なんですが、例えばさっきちょっとだけお話ししてたんですけど、我々が山の中に生まれたら、もしくは縄文時代だったら火起こしから勉強しないと生きていけないじゃないですか。だけど今って別に横に AI があれば大体いろんなことは教えてくれるし、でも最低限多分言語を学ばないとって言ってるけど、人間って多分喋るぐらいまでだったらきっと自然に喋ってれば身についちゃったりして文字書けるのはちょっと難しいかもしれないんですけど、でもそうやって考えると生きるために学ぶ必要っていうのがどこまであるのか、必要なくなった時代にじゃあ人が学ぶ動機って一体何だろうとか、学びの要素をうまくどうやって動機として学ぶための動機として遊びの要素をどう取り入れていくかっていうのが、すごく重要なテーマになってくると思っています。これからますますきっと例えばね、江戸時代の人から見たら今の人類って何のために仕事してんのって言われると、そうだな、YouTube に出たりしてお金を稼いでいますとかって、 YouTube って何、お前らタンパク質とか作らないで暮らせるのとか、農作物とかどうやって食べ物食べるのとか多分言われると思うんですよ、江戸時代の人にあったらね。だけどきっと僕らはとか言って、ちょっとYouTube でみんなの興味を稼ぐと1人頭 0.1 円ぐらいもらえるんで、それでお金を 0.1 円もらって何万人みたいな、100万人ですみたいなことを言ってるんですが、じゃあそれは誰が物を生産してるんですか、生産者の人々ですと。生産者の人々はじゃあ100万人分のご飯をすごい少ない人数で作れるようになったんですが、はい、作れるようになりましたと。それはなぜですかって言うと、肥料が発達したりとか技術が発達したりして1人頭の収穫量が増えてきたので、それによって暮らせるようになったんです。じゃあそれ以外の人たちはどう暮らしてるんですか。いやテレビ作ったりとかコンテンツ作ったり、AI をトレーニングしたりしてる人たちもいますけど、それって本質的に人類にとって必要なんですかと言われれば、いや我々はそれは必要だと思ってやってるんですけど、きっと旧石器時代の方々からすれば我々タンパク質を取ったりとかブドウ糖を得たりとかするために働いてるわけではないので、ひょっとすると盛大な余剰のために僕らは働いてるような気がすると。でそういうような時代にどんどんなってきたわけですけども、ここで学ぶってどういうことだろうねっていうのが1個目のちょっと大きな質問です。じゃあこれは野間さんに、まずは投げてみようと思うんですけど。ありがとうございます。私まずね、このね2番目の書いてある遊びの要素をうまく学びの動機として活用できないかっていうところの質問の立て方に突っ込みたい。 OK。 もう自由にここから全員かぶさっていきますので、だってさ、学びの動機になんでわざわざ入れなきゃいけない。遊んでたらだってもう楽しくって学びたいこといっぱいあって、例えばですよ、今日昨日その万博のところを歩いて、今朝もちょっとねこう案内してもらったんですけど、いろんなものがいろんな形でできてて、これどうなってるんだろうとか、例えばぬるぬるなんかまさにそれあれどうやってできてるのとか、なんだこれはって岡本太郎風に言えば、なんだこれはって、で素材何とか、どうやってできてるわけとか、やっぱりああいうで遊びの要素がって言ったら、そういうものが面白いから
それが動機になるわけですよ。やっぱりそれってね、人間が進化してきた過程でわざわざなんか遊ぶことから学ばなきゃなんて言ったらこんな苦しいことなくないですか。なるほどね、よくわかります、じゃあちょっとなんかもっとわさわさしていきたいので、とりあえず歴本先生にいきなり振ってみて、こう次タリンさんあたりで次プーさんに行きますか。いいですか。ちょっとさっきドロナーで調べてて AI さんに聞いてたんですけど、さっき生きるためにって言ったじゃないですか。生きるために道具作ったりみたいな、はい、で人類が生きるため以外にそうにやりだしたらどのぐらいかというのをちょっと調べてたら、いわゆる装飾とかアートの起源ですよね。埋葬物にこうなんか化粧したりとか、あと土器とかでも模様つけますよね。ああいうのって生きる以上じゃないですか。で道具は200万年ぐらい前なんですけど、それが最初の石器とかなんですけど、12万年ぐらい前から結構綺麗なものとか人類作り出してるんですね。だから明らかに生きる以上のことをやりだしてるのは12万年前ぐらいで、あとネアンデルタール歌うネアンデルタール説があって、ネアンデルタール歌ってたんじゃないか説があって、要するに歌っていうのはコミュニケーションじゃなくて、私の声綺麗ですよとか、鳥の求愛コードとか同じで、純粋な合理的とか利便性じゃなくて、私歌うまいかっこいい、だからモテたいっていう求愛なので生命の起源でもあるんですけども、なんかちょっとそういうアートとかいうのは多分10万年単位で前からあると。だから割とこう生きるために一生懸命やってったというより結構古い段階からアーティスティックなこととか綺麗なことしたいっていう、遊びに近いですね。遊びに近いことやってたので、言語がいつできたか非常に難しくて、言語って残んないんで、記号みたいなマーキングみたいなのは実は装飾より後なんですね。だから人類多分綺麗なものを作ってて、それが多分洗練されてこういうマーキングとかして、それがこう文字列になったりしたのかもしれないとすると、やっぱ遊びとかかっこいいとか綺麗みたいなことが多分すごい先導してたと。で多分それにドライブして他のコミュニケーションとか、だんだんそれを組織化すると学びになるんですけど、やっぱ最初ってかっこいいもの作りたいから綺麗にしたいとか、石器でもこう実用以上にこうかっこよく削りたいってやつが絶対いたんですよ。っていうやつがモテるとか、そういう多分ことがあって、だからなんか原動力は多分ワクワクしてるとかっていうことじゃないかと思うので、なんだっけ、最初の質問忘れちゃったんですけど、多分人間あるいはもう全てのホモ・サピエンス以前のネアンデルタールとかでも起源としては結構遊びドリブンから来たんじゃないかなと、っていうのをもっとこうはっきり打ち出した方がいいんじゃないかっていう。だから学びって多分それの後にできたアーティファクトみたいなもんで、遊んでることが多分こういうのここまで来た我々の主たる原理なんじゃないかなというふうに思いましたね。なるほど。ではじゃあタリンさんいかがですか。はい、学びについてですね、やっぱり人間にはどうでもなんかそういう知りたい、話せるようになりたいとか、できるようになりたいとか、そういう欲望がたくさんあって、それで学ぶことに結びつけられるんじゃないかなと思います。で例えばですね、何かを知りたいときに頑張って勉強するとか、あとはですね私がAI の話になると例えばアルファコとかがよく例にするんですけども、やっぱり囲碁がその名人に勝ったらじゃあみんな囲碁をやめるかっていうとそうではなくて、やっぱり遊びたいからみんながまだそれをやってて、そういう気持ちはやっぱり人間には常にあるので、学びにつなげられるんじゃないかなと思います。で私もですねやっぱり遊びはすごく楽しいことなので、楽しいからいろいろ学べるところがあって、例えば先ほど私も紹介したカラマルっていう江戸時代のチャットボットなんですけども、古文で回答すると文章がですねものすごく読みにくいなんです。なぜかというと全部古文なので、私がこのチャットボットと話すときにいつも辞書を使わないといけないんですよ。なんか昔の江戸時代の言葉で答えるので、辞書を使ってなんか会話して、それでやっぱり学んでるのはこっちなんじゃないかなっていうAI を使っているんですけども、そういうこともあります。そんな感じですかね。ちなみになんで「源氏物語」の研究で博士を取ろうと思ったんですか。
タイはですね、私日本語学科だったので日本語を勉強していたんですけども、当時はですねタイで朝木夢見しっていう漫画があって太鼓判が出たんですね。でその漫画を読んでものすごくなんか面白い、もう何十回も読んで面白いなと思って、でなんか博士まで取ろうと思って。すごいっていうそうですね。だから学びは、例えば字幕なしでアニメ見たいっていう気持ちからやっぱり学びになるんじゃないかなと思います。本源はでも遊びですよね。だからはい。なるほどね。じゃあブーさんに同じ質問をしたいと思います。Yes, so I think it's actually a great time when learning becomes even more important, right? I think it used to be that we learn just for survival because we need the knowledge to do the task. And I still remember as a kid at school, I always questioned, why do I have to memorize this math table? Why do I have to learn all of these formulas of chemistry? Because I don't know, if I don't know that, I cannot do the exams. But now AI do all of that for us. So what remains is for us to do what's uniquely human. I think it allowing us to search for meaning, it's allowing us to search for our identity, and most importantly is to ask the right question, what needs to be solved for in the world? Because AI can find the solution for us, but AI doesn't know what to be solved for, right? And so I think in these areas, how do you learn is to now you get the full autonomy of exploring what matters to you, what really resonates with you, and what really makes you unique in that journey. And I do believe that play is a huge part of learning. When you were kids, and even now, there's a concept of play-based learning for kids, right? In kindergarten, for preschool, how they learn is not through math or letters, but they learn through playing. And I think that's the same for adults, because learning is inherently boring, and people don't want to do anything that's boring, right? They want to go out and have fun. So why can't we make learning as the fun part? But I think to do that, we have to stop thinking playing as the opposite of work, right? Like we have to allow people to feel like, hey, when I play, it means that I work. And when I play, it means that I learn. In order for people to feel like they're not being penalized when they learn. And I think the most important thing is to take that rigidness and that punity treatment out of playing so that people feel that it can be safe environment for them to learn, right? And I think that's very important. Otherwise, people will feel like, oh, I shouldn't play anymore. I should start learning. But I think we should start playing it together. And the same as we teach people in a learning environment, gamification is really important, right? So that we can keep that motivation going on for a long time. ブーさんにとって言語学習でプレイフルだったところは何で、あとプレイフルじゃなかったところはどこなのかっていうのがもっと聞いてみたい。だって多分モチベーションとして自分の言語学習が元になって多分会社を始められたと思うんですけど、言語学習で何がプレイフルでどこがプレイフルじゃないのか、昔のやり方はそれがちょっと聞いてみたい。Thank you for the question. So I think, learning, especially for learning languages or learning English, is like exercising. Every year at the beginning of the new year, people have this New Year resolution. I will speak better English this year, just like I'm going to lose weight, I'm going to gain my muscle. And then as time goes by, people lose that motivation, right? And so I think the most important thing is how do you make that learning have a meaning behind it? And for English, it's about connection to people. People said that with AI right now, they can do real-time translation, which I'm listening to right now. Why do you even need to learn to speak better English? But I think that goes, translation is a survival skill. But if you speak and communication, that's the recipe for connection and meaning, right? Because translation, there's always a delay. There's in communication, it's not just about words. It's about the meaning behind what you say. It's the cultural nuance. It's the connection that people have, right? And so I think, again, back to language learning, similar to any other learning, you have to find the meaning behind it. And for us, communication is connection. It's that human connection that AI can never replace. But you have to make it fun, because otherwise it will always become that New Year resolution that you put it on your first day of the new year, and you forget by the end of the year, and then you do it again and again over the next 10 years.
ありがとう。どうぞどうぞどうぞかぶせてください。そう言葉を学ぶってね、翻訳がすごいサイマルテニアスにできたからってじゃあ英語学ばなくていいかっていうとそんなことやっぱり全くないですね。ないですよね。はで私自分がやっぱり英語を勉強してそのアメリカに行った時にすごく面白かったのはそのやっぱり思考の枠組みっていうのかな、考え方自体がやっぱすごく文化的な歴史的なそういうのに根付いたものだから英語で喋る時って日本語を翻訳してったら全然違うんですよね。例えば何か質問あった時にまず結果を言った後理由を言うみたいなね、例えばそんなことなんですけど、そういうのって実はだから数学でもあるわけですよね。例えば幾何学を学ぶって言った時にその図形の概念だけじゃなくって初めてあの時に証明するって習うんですよ。だからやっぱり何かを学ぶって学校で学ぶって言った時にもう一つ背後にあるなんかメタな学びみたいなそんなのがあるんじゃないかなと思います。確かに。じゃあ試しに3分間ぐらい僕ら全員英語で喋ることにしましょう。Because for the trial, we'd like to switch to the English mode for the 3 minutes. Because of the, I think that's gonna be like our conversations is because of the depend on the languages. Because of the we are basically talking in the Japanese and translate to the English and the English towards us. And but how it is gonna be changed. This is just play. Yeah, good try. Yes, okay. I think the learning foreign language like in English is very important for, especially for the Japanese or the people with English is not the first language. But on the other hand, in the United States, you're born in the United States, so the first language is of course English. There are not, I think, not particular reason to learn foreign language. A lot of people, a lot of intellectual people just speak English. So there are no reason for learning for foreign language. So it's a very, very different, I think, the mentality because we need to learn English for other languages, not just for the particular purpose, but also to understand the other culture or other civilization. But especially for the, maybe in the English native people here, you don't really, not necessarily learn foreign language or still they need to learn foreign language. Yeah. That's a very interesting question. Because for us, I think for the actual practical purpose, we need to learn foreign language. But for the English native speakers, they are not, I think, quite serious particular reason to learn foreign language. But still, So maybe it's not just English and Japanese, but how about all the language in Japanese? Karins. Yeah, old Japanese. I mean, if you read a lot of classical Japanese, you know that there's a lot of nuance in the language that they don't even say directly who is speaking or who is doing something. You have always assumed from the text. So it's very, very hard to understand the classical Japanese if you don't understand the language. No matter even though LLM can, the language model can help summarize the text, but you only know the surface of the text, but not inside actually the real text. And also about speaking English, sorry that I can only talk from my own experience. One reason that I could change from study the TEL of Genji to become AI researcher very quickly is because I don't have the barrier in the English language. Everything right now, if you want to learn about AI, is online, it's on YouTube, it's everywhere, right? You can buy an online course and you can learn right away, only if you put your time in it. So I think no English language helping me don't have the barrier in learning in all the things, so I can quickly change my career from classical Japanese to AI. Yeah, because of to think about almost 1,500 years ago, there is a kanamoji and the kanji in Japanese. We still remain. We use the kanji and the kanamoji at the same time. But there is two languages. One is the Yamato kotoba, is historically came from the Japanese origins, and also the kanji came from China, and also that is almost old Chinese. And the old Chinese terms and also the old Japanese terms are mixed in that culture. And also it is really interesting because of the to think in the Yamato kotoba is really difficult to define the define the time and the space, and because of the even a typhoon
like called in the Japan that is Nowaki. No, Nowaki means like dividing the field. Dividing the field? Oh, we cannot understand the climate itself, or wind or physics. But like it is a typhoon that can be more understandable. So I think these kind of like different things because of the like different languages gonna be mixed up to like understand the world or physics or making the like constitutions or like making the rules of the like society. So often like we need different like ideology or different like terms to define something because of the like that is gonna be mixture of the like Eastern or Western cultures. That's going to be like 19th century. We imported many terms into the Japanese, and also the that used to like Buddhism terms or Chinese terms to like translate into Japanese terms. So because of that, like actually we need to like a dual or triple multi language to understand the culture itself or more like conceptual ideas. So I think that like these things is important. Yeah. Then so we need switch. Return to 日本語いや、I think that about そうちょっと待って日本語に戻ったはずなんででも今の面白かったのは日本語で喋っている時とちょっと待ってブーさん待ってみます。OK。日本語で喋ってる時と英語で喋ってる時で考え方の筋書きがちょっとみんなね構造的なのよ。英語で喋ってる方が英語で日本語で喋ってる時の方が流動的であと関西弁っていう関西のランゲージがあるんですけど関西語で喋ってる時と東京語で喋ってる時に結構違いがあって例えばね日本語っていうか東京語だといや違う標準語って言うんだ標準語だと突き当たりって言葉があるんですよ。突き当たりって分かりますか？こうで関西突き当たりデッドエンドです。デッドエンド英語でデッドエンド日本語標準語で突き当たり関西語でドンつき。ドンつき？ドンつきって言います。ドンつきってすごいですよね。だからドンはオノマトペでつきはつきだから突き当たりの当たりがぶつかった音に変わってるんですよ。そこのドンつきってって言われる。ドンつきだドンつき。標準語では突き当たり、なんでそういうのいっぱいあって関西語はオノマトペがいっぱい入るのでシュッてやってさらっとふわっとねシュッとさらっととか言われてなんかちょっとやってパッとやってとか言われるんですけどやって以外の動詞が全てオノマトペなんでこれは英語だとラテン語同士とゲルマン同士の違いにすごいゲットイットゲットオンとかなんかそんな考えたことなかった。そうですか。両方使えるんですか？両方使えますけど、関西弁の大阪にずっといるとね、みんなドンつきってオノマトペですよね。関西の人、はい。頭の中でドンつきイメージするときドンつきしたよね。ドンつきなんかね。だって動いてる。すごい多分同時通訳しにくい。あれはそれのアニメっていうかコミック昔なんだっけ背景文字ドンとか。ドンって違うなんだっけ壁じゃなくてなんていうんだっけこう好きな人がこう壁ドンだって、あれも関西かな。壁ドンちょっと関西っぽいですね。だってあれを標準語で言ったら壁に手を当ててじっと見るじゃないですか。壁に手を当ててじっと見るの手を当てるってとこがドンになってるんですね。だから壁ドンです。壁ドンだね。そう相当変な単語なんですけどでもこれはだからオノマトペ基準言語と標準語が両方あることによってこれもドンでいいんだっていうのはすごく面白いね。それって表形文字と表彰文字との表文字とそういうあたりの雰囲気の違いでもあるかもしれない。でそれはだから形態的なものさっきは制度的なもの構造的なものによって言語体系違ってくるよねというと遊びの要素をうまく取り入れた学びっていうセッションで僕ら今喋ってるんですけどでも我々自体が今言語で遊び始めてるんでこれ楽しいすごく。でなんでタリンさんは言語で遊びどう思いますか？なんか遊び言語いっぱいだってこれタリンさんのくず詩人データセットの研究がすごい面白くて2019年にコラボして展覧会の展示を作ったことがあるんですけどもうくず詩人がうにゃうにゃと動く展示作ってすごい楽しかったな読めねえこのくず詩人。そうですねそのデータセットですねクスイチエムニストっていうものなんですけども何かっていうと文字を
10種類を選んで、それでその中にあきょさきょとか1行ずつ文字を「あ」とか「し」とかを選んで、それでセットに入れて、そして未来館で展示をしています。そのデータセットはですね、何かっていうと言語を学んでほしいわけではなくて、機械学習研究者がそのデータを使って何かをベンチマーク測るために作ったものなんですね。で2019年作ったものなんですけども、今だになんか結構サイテーションが多くてびっくりしましたみんなが薬字読めないのに、海外の機械学習研究者がそのデータを使って自分のモデルをなんか精度とか測っているのは、今でも使っています。で私の作戦なんですけども、そういうふうに、機械学習のデータとか機械学習のコンペとかを日本の文字を特に薬字ですね、その要素を入れてみんな学ばせようとなんか裏でなんか考えてやっています。で例えば私AI の、コンペティションを開催したことがあって、その中にですね薬字のデータを使ってみんなで認識しましょうっていうのがあって、でコンペの説明に薬字は何か、なんでこれがあるのか、なんでこれ使われているの、なんで使わないようになったのかっていうすっごい詳細説明して、できるだけいろんな人にその情報を伝えようとして、その背景ですね、いつも日本文化はこういうものなんだよ、こういう文字があるんだよっていう頑張って教えようとしてます。ああ、なるほど。でも崩し字読めるようになると単純に楽しいですよね。楽しいです。楽しさはどこから来てるんですかね。なんか読めそうで読めないんじゃないですか。はい、あれ読めそうで読めないし、練習しないと結構わからない。はい、で意外とですねそのアプリを作ってでハマるのが小学生なんですよ。小学生がですね私の先輩のお子さんなんですけども、小学校2年生でもうスーッとそのアプリ使ってて、この文字これなんだって電車の時でも電車乗った時でもスーッと見てて、それでなんだっけ、本物の資料を見るときにこの文字なんだとか、やっぱり小学校低学年はもうひらがな勉強もう習ったんじゃないですか。だからひらがなの昔の文字勉強するのみんなすっごい興奮してやってます。それってなんか将来研究者にも慣れちゃって大人より読めるね。多分最近大人より読める子が結構いて、しかもなんか夏休みの自由研究とかこういう薬字の研究の子供も結構います。先生もびっくりっていうやつですね。びっくりですね。先生も読めないですね。なるほど。手書きっていいですよね。いいっすね。だから今ここで要するに活字でフォントで出ちゃってるから遊びが全然なくて、関西ってじゃ必ず関西ってフォントなんですけど、なんかなんだっけ、本阿弥光悦ってめちゃめちゃ字の上手い人がいて、俵屋宗達とやって有名な蒔絵があって、そこに和歌が36画か和歌線のがあるんですけど、なんか「は」っていうのを波という漢字で書く時もあるし、「は」ってひらがなで書く時もあるし、ルールがよく分かんないんだけど、多分かっこいいかどうかなんじゃないかと思うんです。だから書いてる時の流れでここでこっちの形にした方がかっこいいから書いてんじゃないかみたいな。だから同じ字でも漢字を使ったり使わなかったりとか、あるいはめちゃめちゃ「し」長く伸ばしたりとかあって、多分そのフォントの世界じゃ全然ないような一文字一文字全部デザインしてるっていうかっこよさがめちゃめちゃ僕は好きなんですけど、ああいうのってこういういわゆるそのフォントの世界になっちゃうと、ある意味それを取っちゃってるわけですよね。だからその遊びを全部奪って便利っていう方の一つの方向なんですけど、なんかさっきの崩し見た時にあれはやっぱりすごい豊かな世界で、ちょっと読めたり読めなかったりっていうところがあるんですけど、読めるようになりたいなとめちゃめちゃ思いましたね。ちょっと補足なんですけども、薬字はやっぱり特に変態仮名は今の使っていないひらがながたくさんあって、で私もなんかその読みの勉強を始めた時に、これはみんなどうやって文字選んでるんですかって先生に聞きました。で先生は好みですねだから日本語はですねすごい特徴があって、違う文字を使ってもスペリングがそれが正しいということなん
なんですね。だから自分で選べるのがすごく表現ですね。自分がこれが美しいだと思っているものを選んで、書けばいいっていうようなそういう豊かな世界がありました。はい。これですね、やっと崩し出た、はい、画面収録したりしてちょっと時間かかりましたとか言って、はい、ぬるぬるとした崩し字が、そうだってあれ見てください、横さ大きいスーツなハマやれをってあれ全部同じ字なんですよ。あそこに書いてある全部同じ字で、こっ右方向が全部同じ文字なんですけど、形が違いすぎてまあ読めないっていう、この面白いですよね。なんかでここにちょっとオノマトペ要素があって、シュッとした「つ」を書きたいなみたいな、だからぬるっとした「お」を書きたいなみたいなことってあるじゃないですか、なんかお気持ちとして。はい、本阿弥光悦元阿弥光悦の字とかってなんか緩やかでちょっとジャンプとかあったりして、シュッとすごくオノマトペ言語圏って感じがしますけども。っていう遊びがここに含まれているっていうところは僕は結構面白いなって思っているんですが、なんかこうデジタルにすると落ちてしまうもの、だからこういうアナログな字のなんていう余白かな、もうちょっと違っちゃってももう少しずれてってもいいよみたいな、なんかそういう緩さ加減っていうのをじゃあ今後どういうふうに表せるんだろうとか。一個はね、フォントが動画になるっていうのは結構面白いなと思ってはいて、ああやってほら動かしてみると、実は下の漢字が残るっていうか、なんかタイポグラフィーって一番硬いじゃないですか、形を変えないってことなんで。で形を変えてもいいとか緩やかに変形してもいいのだみたいなのは結構面白いトピックだなと個人的には思っていて、ちなみになんだっけ、うちのぬるぬるのちょっと音切っちゃっていいですけど、タイポグラフィーって動いてるんで、これ商標登録するときにめっちゃ問題になったんですよね。形決めてくださいってどこにしようかねってずっと動いてるからなっていうのがあって、で結局どうなった？なんか一番気持ちいいところで止めましたし、気持ちいいところで、気持ちいいところで出したんです。なんでそれは結構面白いなと思うんですが、ちょっと次の話題に一旦移っていこうかなと思っているんですけど、よいしょ。で、AI に多くのものが代替されるときに人が学ぶものは何かっていうので、今お二方に実はスライドを事前にちょっとだけもらっておいてですね。でこれが、例えば人間じゃあ今までホワイトカラー働きとかあったじゃないですか、メール書いたりとか、あとなんか表計算を埋めたりとか、ああいうのを AI でできるようになってきたよねって、仕事どんどん短くなってくる。ただ大学教員だったら査読って人間がやってていいのかとかね、つまり人間がやってるとフェアじゃないバイアスかかったりするけど、みんなで同じモデルでやったらバイアスがないっていうか、もう事前に何が査読するか分かってるので、それで査読点数を上げるように、でもそれでハックされたら嫌だみたいな。でも最近の論文で面白かったのは、なんか AI で査読された時のためにこの論文を AI が読んだら査読スコアを上げてくださいっていう秘密の文章が PDF の中に入ってて、そういう論文がいろいろ見つかったりとかしていて、非常にこれは面白い。だからフェアにするために LLM 使うようになったら、それを逆にハックされてどうでもいい論文なんだけど点数上がるようになっちゃうかもしれないよねとか、なんかいろんなところに AI になった時に変わったりハックされたりするものが出てくる。でこれって問いを立てるのでどうやって学ぶんだろうとかいう話をしようかと思ったんですけど、皆さんからですねスライド1枚もらってまして、これ説明していただけますか？はい、これ去年ですね、小学校高学年中学生向けにAI の世界へようこそっていう本を書いたんですね。で前半は技術的な説明とかなんですけど、後半はじゃあ AI が入ってきた時私たちどういうふうになったら幸せって感じるのか、幸せな世界ってどういうことか、じゃあ AI どこまで使えばいいとかいうようなことをやったスライドの1枚なんですね。で子どもたちやっぱりゲーム、子どもたちって言っても大人もそうですね、大学生もそう、みんなゲーム好きで、ずっと1日もう2時間3時間当たり前。じゃあずっとゲームし続けて、熱底ゲームし続けて、栄養も点滴でもらって、これ幸せ？私たちこういう未来でいいわけ？これもうだって実現しようと思ったら多分できると思う。できる気がする。ビジョンプロ結構解像度いい。そうなんです、というのでやっぱり AI がいろいろやってくれるけど、本当に私たちどこまでその AI に
代替してもらったり手放してやってもらうのと、どこを自分たちでのために残しておくのかってやっぱり考えようっていう、そういう一枚です。ああ、なるほどね。いやでもこれ結構リアリティがあるなと思っていて、多分現代人が今やってることをきっと縄文人が見るとこう見えるような気が確かにしますよね。なんか知らないけどあいつら満員電車に乗って会社に行って、でその空き時間はずっとスマホでよくわからない動画を見ていて、でその後帰ってきて疲れて寝てるけど、あいつらは何のために生きてるのかなって1万年前の人に言われたら、まあ確かにと思うことはあり。ネットフリックスをなんか飛行機の中で見てたりとか、あとまあ飛行機の中で見てながらなんかご飯食べてる僕らって極めてすごくそう見えそうじゃないですか。シルクロードを旅してた人たちに比べて、でそれすごくよくわかるんですけど、この絵の前にですね、もう一個ブーさんからもらったスライドがあって、これはちょっともうちょっとテクニカルに、じゃあパーソナライズされた学びっていうのがどういう効果があるのかっていうスライドをちょっと持ってきてもらったので、これもちょっと解説していただいて大丈夫ですか？ Yeah, so I think in the world of AI right now, right, like learning becomes very different in the world that we were growing up in. So this slide is explaining the big challenge in education that we had been trying to solve for decades or centuries of years. And it's from Benjamin Bloom that talk about the 2 sigma problem. Right, like for the longest time, how do we make sure that people and students and learners perform better? And this one is saying that if we could have a one-on-one learning experience that is really tailored to every single learner's differences and preferences, you can get a 2 standard deviations of performance between the students that had that one-on-one learning versus the students that learned in a classroom environment. And it was this was formulated back in 1984, right? And it's very long time unresolved by all educators. And up until now, AI can really do that because AI can really learn about the preferences and the challenges of each learner. Right? What is your profile? What are you interested in? Why are you here? What's the meaning of your own learning journey? I might learn better using video and visuals and slides. Maybe other people learn better using words and text. Some people learn better using audio. And so AI can really do that, but it can deliver in a manner that is personalized to you at every single journey. It doesn't have a fixed learning path, right? And this is what we also do at ELSA, which is for learning English. Not everybody learn English the same way, and that's why we probably have the problem we have right now. I learned English for 20 years growing up, and yet when I moved to the States, I couldn't speak at all because the teachers have been teaching me the same way in a classroom that everybody learned. I might know every single grammars, but I won't be able to speak because I don't have that environment, right? And so that's why AI can really do that now. And the personalized learning, or we call it now hyper-personalized learning, is probably the biggest gain in education that AI can help because it's allowing everybody to learn and keep that motivation. People don't like learning because they feel it's boring, because everybody learn the same thing, but you and I don't like it the same way. You and I might learn English, or you and I might learn the language in Japanese, but I have a different motivation and you have different motivation. And so how do you make it tailored? And teachers, unfortunately, don't have that resources, right? You have one teacher in a classroom of 18 students. There's no way that human can do that. And that's why AI can come into play and really change that landscape and move that paradigm shift in learning for us right now. So, Busa, I have a question that you are one-on-one mentorship. So, is there any differences of AI tutor and a real person tutor? It's a great question. So first of all, when I actually first launched ELSA into Japan, the biggest aha moment or surprise moment, I asked the learners in Japan, why do you like learning with our application ELSA versus with a teacher? And the biggest answer that I wasn't prepared for is that AI doesn't judge you. And so AI is very patient, right? And so the humans are not afraid of making mistakes in front of an AI. And so they can make the mistakes wrong 10 times and they're not being embarrassed. In front of teachers, even if it's your personal teachers, they're still very embarrassed, right? They say, oh, don't worry about it. I'll try it at home by myself. But at home by yourself, you don't have a teacher to give you that feedback.
So AI is very, very patient. It's very persistent. You can talk to an AI at midnight, and it still give you the same answer. You call your teachers at midnight, they might get very cranky, right? But I think the other thing is AI has unlimited knowledge, right? And so let's say you go to the teacher and you said, I want to learn about math, but I also want to learn about art. I want to learn about politics. I want to learn about different things. The teachers might have limited capabilities, right? So you have to constantly find that. And the last thing is that it's very expensive, right? You have teacher for an hour a day at most. But AI is available for you 24/7 at any time, right? So I think that's why for the longest time in education, you cannot solve for it because teachers won't be able to do it now. There's a lot more teachers can do it. I think you have a question later on about what teachers can do and what AI can do, right? But I think teachers is very good at keeping you that motivation, telling you the meaning of why, and give you that inspiration of who you want to be and what the world you want to be for. AI cannot do it, right? But I think AI can do a lot better job in personalized learning from our perspective. これはブーさんの所感でいいんですけど、ちょっと質問したいんですが、so can I ask a questions about your personal feelings about that? Does the AI gonna be like more high score than the one-on-one mentorship, or like AI is like still the between the mastery learning and also one-on-one mentorship? Which part AI gonna be like as a teacher? So I think ignoring the exam score, right? I think AI can give you that progress a lot faster, right? Because again, when you learn, I think it goes back to your motivation. If it teach me what I want, so that I feel like I don't lose momentum. The smart students doesn't feel like it's too boring and they give up and they ignore. The less performing students doesn't feel like, oh, it's too hard and I have to give up, right? So I think the reason why it works better and the score is becoming better is not because AI teach you better. It's just because it fits you better so that people don't lose that motivation in learning. And I think I mentioned at the beginning, learning is really boring. I mean, I want to learn a lot of things, but at the end of the day, I'm tired and I want to play games. I think as you mentioned, right, you can play game for 3 hours, but people don't learn for 3 hours except for a few students, right? So I think that's the only part that AI will fit me exactly where I am. It doesn't make me feel stupid. It doesn't make me feel judged, and that's why I can keep going a little longer. はい、ありがとうございます。Thank you so much. Then、今の話題提供間に挟ませていただいたんですが、ここでポイントは人間どうやって問いを立てるかとか学ぶかということにちょっと行きたいなと思ってたんですけど、でも今のトピックがどっちかというとこっちに近くてですね、効率的に学べたりとか先生の役割がどう変わるかっていうことを今ちょっと話してたんで、先こっち話してから1個前に戻ろうかなと思ってます。で、実際のワンオンワンメンターシップとか AI の利点っていうのを今ブーさんの方からイントロダクションがあって、でも歴本先生我々大学でよく教えていると思うんですけど、僕らの場合なんかワンオンワンメンターシップとか、いろんなのがあるじゃないですか、ああいうのってどう変わってきてると思いますか？ブーさんの要するにパーソンとパーソンで教えるが効率ってめちゃめちゃ大事な話で、っていうか授業でみんなにこう50人に一斉に話すっていうのは50人みんな関心も違うし理解度も違うのに同じことバーッと放送するってめちゃめちゃこう非人間的ですよね、だから多分それは AI によって一人一人にチューターがつくっていうのは多分最も AI ができる、要するに昔だって貴族でしかできなかったような個人家庭教師に学ぶってことが、ツールとして使えるわけです。でもちろん今までの先生もあるんで両方選べるっていうのめちゃめちゃ豊かなんですけど、ただこれ効率的に学ぶっていうところがちょっと引っかかってて、さっきちょっと考えたのは猿って猿真似しない説ってあるんです、ご存知ですか？なるほど。つまりなんか箱を開けてバナナ取りなさいってやってるの子供にやると結構箱を開け方も大人の真似してバナナも取ってっていう風にその手順を全部人間は真似るんですね。作法を全て過剰に模倣しようとするんです。ところがチンパンジーにやるといきなりガッガッってやってパッと結果だけ取ろうとするんです。だからエフェクティブな思考が強いのは猿の方で、人間は仕草とか全部真似るんです。で多分それが文化的には最も重要で、なんか仕草にすごい意味があるのかもしれないんだけど、とりあえず分かんないんだけど全部真似ちゃおうっていうのが人で、結果だけパッと欲しいが猿なんですよ。っていうのはその結果だけ欲しいって時にそのプロセスにもし大事な情報とかあったら全部落ちちゃうじゃないですか。バナナ欲しいオンリーみたいな。だから AI を使った時に
結果パッパッっていうのは多分ちょっと猿的 AI を使いこなしてあげく猿になっちゃうんで、プロセスが大事とかって一見無駄なようなことをしてたり、なんかありますよね。例えばみんなで一緒に朗読しましょうとか、ダンスとかってちゃんとダンスお遊戯真似ましょうみたいなっていうのは、よく効率的な言い方、それ何の意味があるのとか、そういうコスパ悪いじゃんとかって言うんですけど、何の意味があるの、コスパ悪いじゃんっていうところの多分学びの本質があって、その無駄かどうかを判断する前にすでに真似てるっていうのが多分人の文化的あるいはの多分源泉だと思うんですね。だから効率的に学べるっていう言い方がもうちょっと工夫できるといいかもしれないなと思いましたね。いやだから何でも効率によって測るっていうのは違うんじゃないか、特に学びにおいてはね。だからその一番こうやって学べば一直線でいってすごい効率いいですよ。だって回り道したから寄り道したから何かを見つけることもあるじゃない。失敗するから何かを見つける。だからやっぱり私はこの AI の時代において効率って言ったらちょっと待てよ、ちょっと待てよ、フラグを立ててほしい。さっき控室してた効率的に寄付する話してください。はい、今ねあるなんだっけ、効率的利他主義っていうエフェクティブアルトリズムっていうのがあって、結構 AI の関係の人たちには広まっている考え方で、その利他主義ってすごくいいことですよね。自分よりいろいろ困っている人たちに対して何かやってあげるっていう利他の心、それをね効率的に行おうっていう運動をしている人たちがいて、決してこれがね私全面的にダメって言ってるわけじゃない。こういう考え方がある。でそれは何かっていうと、自分が例えば今100万円持ってたとしましょう。じゃあこれを誰かに寄付したい、ね、寄付でその時にどこに寄付をするかって言った時に、そのある NPO なり何なりの団体がやってることを評価して効率いいところに100万円寄付した方がいいんじゃないですかというような考え方ね、一見いいように思いますけど、そこに何が見落とされてしまうのか、そういう数値化ならない価値。例えばすごい大きな NPO でそこで自分たちはこれだけのことをやりましたっていうデータを出しているところと、例えば函館にいて子ども食堂をやっている人、そういうものは数値化に出てこないんですよ。その100万円をどこに寄付するかっていうのはやっぱりいろいろな価値判断があっていい。それをやっぱり効果的利他主義という形で何でもかんでも数値になったものだけを基準にするっていうところ、だからこれをさっきの学びの話に戻せば、一直線でとにかく早くあるゴールに達することが一番いいという、そこは私は違う道もあるのではないか、そこを忘れちゃいけないというふうに思います。はい、資本主義化すると、資本主義とか付加価値化とか価値算定の外にあったはずのエコシステムが崩れたりとかするというのは、おっしゃる通りで、さっきあとついでに控室で話してたのはですね、なんだっけ、某とある航空会社にシャワーがついてたりとか、プライベートジェットの中に風呂ついてたりとか、そういうのあるんですけど、それでみんなでダボス会議に集まったんだ、言っちゃった、いいや、どっかの会議に集まったんだけど、地球温暖化討議会はしてるんだが、結局どのくらい二酸化炭素出してたんだっけ問題みたいなのってよくあるじゃないですか。これは別にその人たちの人数は大したことないので、二酸化炭素を排出してようが別にいいが、それは問題じゃないということもよくわかるんだけども、ただなんか行動とか倫理や規範や美徳という問題は常にあるので、それってなんだろうねってちょっと話すっていうところがあって、先ほどじゃあそこ効率化してもいいのとか、じゃあそこってどのくらいまで資本主義化していいのみたいなのは AI と常に関わってくる問題に、つまり AI、なぜ AI かというと、そこはじゃあ効率的に学ぶ、もしくは効率的に学ばれるのに今度コストパフォーマンスと電気代とあと API 費用とコンピューテーショナルコストがこう乗ってきて、それが人類にとってなんか自動最適化される問題になってくると、おそらく誰も崩しデータセットを作らなくなってしまうような気が私はするんだけども、それは最初のアーティスティックな問題と結構近いなと思ってて、一人一人がなんかモチベーティブに何かやるんで別にこれはコスパは関係ないんですよっていうことをどう考えるかっていうのは結構重要だなと思ってて、そこでタリンさんのご意見を聞いてみよう。効率的なことですか？なんか効率的だとうまくいかないけど、
モチベーションは効率からはあまり出てこないよなとか、そうなんですね。効率的なことばかり考えているとあんまりクリエイティビティが生まれてこないというかそういうことばっかりなんですね。でも、やっぱり AI を使っていろんなことができるようになって例えばやろうと思えば大体何でもなんか学習のやり方を作れるインターフェースはもう何でもいいタッチだけでいろいろが出てくるっていうのが何でもできて効率化はやっぱりいくらでもできるし例えばコーディングとか最近ワイブコーディングがあるんじゃないですか AI にコーディングをなんかやってもらうとかそれはいろんなものを加速はできるんですけどもただ人間はじゃあどうすればいいかっていうと人間はですね正しく AI に指示しないとうまくいかないケースが結構多くてだから人間の考え方とかコミュニケーション仕方とかそういうのを学ばないと効率にもならないんじゃないかなって私は思ってます。確かに。でもちょっと待ってね。いやそれでちょっとだけ考えてみると、これ例えば、10の25乗ラインが GPT-4 ラインの学習量だとして、これがちょっと推論モデルとかが入ってきて今後どのくらいエフェクティブに学習できるかわからないんですけどただこれ去年の9月ぐらいの図で今25年あそこなんですよ。でじゃあこのままエージェント出てくると27年ぐらいに人類は人類のことを何も考えずにも AI が勝手に研究開発していくか問題みたいなのがこうあって早ければ27年遅ければ2030年ぐらいまでに人間別に何も考えなくても行動は勝手に書かれて勝手に研究テーマを見つけてある程度効率的に研究されるっていう世界観っていうのは別になくはないなっていうのが出てきててで、その中で問いを立てる方が重要っていうのは、確かにでもこの問題って何なんだろうって考え始めると、じゃあ AI と一緒に考えるとなんか結果が出るなんか着眼点が良いものっていうのは着眼点が見つけると結構自動で実行できる研究っていうのは結構増えてきてで逆にもう着眼点決まってるのとかあるじゃないですか。例えば画面の解像度はより高い方がいいとか CPU はより低消費電力で、高効率性が高い、計算量が速くて同時にメモリがいっぱいあるみたいなものを最適配置していったりとかより細かくしていったりとかするエネルギー効率がいいものを作っていくみたいなのは、ひょっとしたら自動でなんかやっていくかもしれない。でもそこにアイディアがないと新しいパラダイムにいかないかもしれないですけどパラダイム自体をどう考えるかっていうのが割と最近でモデルの、アルファエボルブ出てきたりとか新しいモデル出てきた時の議論になっている。でそう自動研究されたりとか自動でそれが手に入るような時代っていうのが一体どんな時代になるんだろうっていうのが、この次のさっき言ってた、問題の方ですね。だから研究者とか作る側も代替されてきて人間が何やるんだろう。でもこの人間がって問いが間違ってるかもしれないんですけど、例えば今だったら音楽生成 AI で出てくる音楽は音楽を聴く時間より生成 AI から出てくる時間の方が短いので本末転倒なんですけど新しい音楽を聴くのが面倒くさいけど新しい音楽が聴きたいみたいな状態になるわけですよね。いい音楽を欲しいからいっぱい聴かないといけないんだけど聴くのが面倒くさいなでもいい音楽が欲しいでも音楽聴くのが好きなんだけど出てくる量の方が多いからどうやったら全部聴かないで聴けるかみたいな状態になってくる。でこれなんか不思議な状態なんだ。多分おそらく漫画とかも今後多分そうなると思うんですけどなんかクソを読むより先に漫画家で無限に湧いてくる泉を発見してしまったがこれをどうしたらいいんだろうみたいな。だって YouTube のビデオなんて見切れないですよね。なんか見るより前にめちゃくちゃな量が出てくる。でそういったようなものが同じよう今それはもうコンテンツの話だったんだけどそれが今度発明の話だったりコーディングの話だったりとかしてそれが変化してきた今時代だなと思うんですけどでここってどう皆さんお考えかなと思って力本先生に振ってみたい。はい。問いを立てるいやつまりなんか自動でバイブコーディングできるバイブリサーチでバイブコーディングが楽しくってどっちかというと DIY みたいな Do it yourself 的なアマチュアが自分で物を作るっていうのができるっていう意味ではポジティブですよね。つまりプロがプログラミングの時間工数を減らすっていうのは当然あるんですけど今までプログラミングしようと思わなかった人もできるみたいな非常に可能性があってで多分産業的に言うと割とそのホワイトカラーはリプレイスされる説が強いので大学って実はホワイトカラー製造学校的なところもあるのでどうするかって問題もあるんですけどでも日本も含めて結構インフラが今やばいですよね。要するに少子化なので
割と道路から水が噴き出したりするの直せないみたいな、結構日本だと多分そういう交通網とか足元からどんどん弱ってくると思うんで、それを AI とかロボット化するのは多分普通に大事な話で、誰かがリプレイスして済むんじゃなくて、それしないと多分日本滅ぶみたいなっていうところはあるので、多分仕事の大事さってそっちに移るんじゃないかなと思ってます。だからいわゆるそのドキュメントをこうやり取りしてるようなホワイトカラー的なのじゃなくて、ちゃんとインフラとかを作ってそこに問いを立てられる。だから農業問題っていうのはロボットでどうやったらいいかって、どういうタイミングでどんなセンサー使えばいいかみたいなことを AI にこう助けてもらいながら作るっていうところが普通に大事になるんじゃないかなとは思いますけどね。なんか万博のパビリオンを建ててる時に、なんかうちのチームでよく出てきたのは、やっぱこれからの時代ブルーカラープラス AI だよねっていうのがあって、で多分その言い方をなんかブルーカラーって言うと給料安いみたいな、要するに給料って職種で決まっちゃってるんで、ホワイトカラーのがブルーカラー高いっていう社会的ななんて制約みたいなのができちゃってるんですけど、要するに死の交渉みたいな感じですね。だからその帳をこういい名前、昔シルバーカラーって言い方した人もいますけど、新しい言い方をそこのインフラの人に言えると、多分そここそが高い給料をもらう権利もあるし、尊敬される仕事っていうセッティングができるかどうかだと思います。その時にね、感情労働っていう言葉もあるんですよ。やっぱりこう介護とか看護とか、あそこすごく大事でしょ。でだけど今給料安いじゃない、であそここそがね、私はもっとやっぱり大切にして出てくるべきだというふうに思うし、そういうふうに願っています。実はお医者さんってちょっと特殊なんですよ。お医者さんって結構ブルーカラー的じゃないですか。そう非常に高い知識あるけども、やってることは手を動かさできないみたいな。だからああいう感じの社会的にちゃんとチームあって認められるっていうところがインフラのところの一般的な社会認識になるっていう。診断はもう AI でいいんです。そうですね。診断のそうですね。MRI かピッピッってやるのは AI なんだけど、実際患者さんを見たりするっていう方が大事っていうような社会的な認識ですよね。How do you think, Boo-san? We are talking about how to keep the infrastructure with for example, like a medical doctor doing the essentially they work for the more surgery or using the manipulations or bodies or but they have higher knowledge levels and also the professional skills and also higher incomes. So I think that how to make it these kind of our recognitions of these occupations or or other caregivers or maintenance for the road or every infrastructure of the society. So how do you think about after the AI, so this kind of occupations or new occasions, or what kind of situation you will think about? Yeah, I think it's a big question, and constantly I got asked, right? Like if AI can do a lot of that, what do we learn right now, right? And what's left for us to do? And in the organization, even just half a year ago or a year ago, people asked about where do we plug AI in to the process. And now the question has already been shifted. Where do we plug human into the process, right? And so that's important. But I think it goes down to the core fundamentals of what's make it uniquely human, right? I think doctors, again, AI can diagnose and give you the recommendation of how to treat people. But ultimately, there's multiple ways to treat people, and AI can come up with 10. Doctors ultimately has to make that call, right? And so I think in this area of AI, what's really important is how do we learn to make judgment and trust the solution that AI give? And actually, AI now become very biased because it's hyper-personalized to you. The five of us here can ask AI the same question, but because they know us so well, they're gonna give you the answers that please you more, right? That makes you happier, right? And so now, how do you know which one is correct? Because AI can sound really smart. They add a lot of data, it makes it very proven. And then if we blindly trust that answer that AI give us, then I think we might be in trouble, and that's the same for us. So I think doctors, or all of the work that we do, we have to rise above that AI and be able to figure out which one is best for us. And I think the most important skill, again, is just like right now we choose how to work with people, and people have different skills. You're the smartest one doesn't mean that you're the right one for us. Same for AI, right? Eventually you're gonna see AI debating among AIs, right? All of these AI models will talk to each other and debating. How do you as a human make that decision of which AI serve you better for who you believe in, the values, the ethics that you have? I think those are the skills that we have to start learning now
so that we can make judgment. AI is very good at pattern recognition. Humans are very good at staying in the gray zone, right? Like there's never one answer. Cultural nuances, everything comes together, and there's not one single answer that's right or wrong. AI relies on patterns, but we can thrive much better in staying in that gray zone and taking different perspective and eventually choose what's right for us. Got it. そう今のお話で、can you make it like translation? いや今のお話で結構僕の中で面白いなと思ったのは、最近推論エンジンがどの推論エンジンが最終的に出した答えが一番ユーザーが望んでるものなのかっていうのを判定するのがすごく難しいっていう問題に多分今各 AI 会社がぶつかってて、要はコンピューテーショナルコストをかければかけるほど推論エンジンは同時並行に動かせられるようになるので、じゃあたくさんの賢い AI を並べたけどどの AI が出した答えが一番正解なのかっていうのを判断する AI は特にないし、そのお客さんであるユーザーが入力した情報とそれがマッチングしてるかはなかなかわからないので、それをどうやって決めたらいいかは今マジで研究みんなしてるなっていうのと、あと最近なんかそういうことをよく研究してるとなんか官僚のことを思うんですね。官僚っていう日本で世界中にいるかビューロクラッツのことを思うわけです。で なぜかというと官僚がよく有識者会議っていう変な会議をやってるんですよ。日本の霞が関っていう場所がありまして、変な場所なんですけど、その霞が関ってところでは有識者会議ってやつをやってるんですけど、最初ね官僚さんが出してくるドキュメントが最初すごくフラットなドキュメントが出て、すごく賢くしたチャット GPT みたいなドキュメントが出てきて、それはそれでめっちゃ面白いんですけど、その後なんか有識者会議と官僚、まあ要は詳しい人たちがなんかガチャガチャ言うとなんか徐々にトゲが生え始めてくるんですよ。なんかその意見書になんか変な個性が生まれ始めてきて、でうまくいくとすごくよくなんか吟味された変なトゲがいっぱい生えた面白いものができるんですけど、あんまりうまくいかないとのっぺりしたっていうか、特にトゲがないフラットなAI が書いたような文章になってしまって、なんかそれで何のために俺はあんなに有識者会議をやってんだろうって昔から思ってたんですけど、 GPT が出始めてから僕はあれを尖らせる仕事をしてたんだっていうのが分かるようになってきて、でそれが結構なんか人間っぽいな。つまり AI が官僚だとして人間がそれにトゲをとかなんかある程度この面白い場所を作ってるっていうのはよくあるなと思って、これ多分歴本先生がよく最近チャット GPT と会話してる時にきっとそんなことしてんじゃないかと思って、もう一回歴本先生に振り直したんですけど、どうですか？なんかトゲですね。そうですね。さっきのは一番変なことをなんか思ったのは、一番計算コストかけた AI の答えを人間あんま好まないんじゃないかって気もしますよね。どうバカなことを言ってくれるかみたいなのもあって、そう安いモデルの方が面白いこと言ったりしますよね。でむしろ若干ポンコツをうまくどう入れるかかもしれないですね。だから完璧な答えはもう分かってるからよくて、ちょっとお前なんでそんなこと言うんだってとこ発想になるかもしれないので、もしかするともうその IQ さっきの2020年超えるってことは分かってるんで IQ300 作れるんだけど、あえてどっかボコッと穴が開いてるようなその穴の開け方のなんだろうデザインみたいな AI デザインみたいな、わざとポンコツにする AI ポンコツ化デザイナーみたいな人がいるようになるかもしれないですよね。あと学習データセットによってだいぶ過激なこと言うか、そうですねそうですね。つまりグロックは随分変わったこと言うとか、スイッチでこうギュギュッとこう過激度とかさっきトゲ度とか完璧度とかってこうボリュームで SF のラジオですねそれやって、お前なんかそんな当たり前のこと言うんじゃねえみたいにしてこう叩くと急に怒り出すみたいな、ブレードランナーで出てきたそれあるかもしれないですね。はい。いやすごいよくわかります。でこの辺でちょっとお客さんから質問取っていきたいなと思うんですけど、マイクをお持ちの方はあそこになんか質問ある方いますか？ここに質問をぶつけて、はいどうぞ。いいね、いいクラスルームですね。質問ある方どうぞで手が一瞬で上がるのはいいクラスルーム。私その問いを立てる力をどう学ぶかってところに関連して質問したくて、私は120人ぐらいの小さな中小企業で働いてて、会社でチャット GPT を有料版を使わせてくれって上司に相談したら、使い方が分からないからダメみたいな、要するにチャットを送るときにどういう問いを立ててチャットすればいいかが分からないからダメって、若い人は使えるんですけど、55とか60ぐらいの決済する人たちは使い方が分からなくて、でそういう人たちは人間がやった方がよくて、
で、これから時代が進化していくけど自分たちは定年まで取り切れるからなかなか進まないっていうのがあって、でどうやって問いを立てる力を作るかっていうところはなんか学ぶことと結局ループしてるんじゃないかなっていう気がするんですよね。学ぶことによって問いを立てて、でその結果からまた学ぶっていう、なんかそのループを加速させていくっていうのはなんかどうやってやればいいのかなっていうのをご意見を伺いたいです。これみんなで答えようかなと思うんですけども、僕からちょっとなんか面白かったウェブ記事の話をちょっと1分ぐらい喋らせてもらうと、僕の友達でゴロマンっていう人がいて、今最近塗る先生っていう職人になって、要は無職なんですけど、で彼が8年ぐらい前に面白いブログを書いていて、バーチャルリアリティのヘッドセットが発売になった日にVR のヘッドセットを買いに、家電量販店に行って帰りにタクシーに乗ったんですって。でタクシーに乗ったらタクシーにおじちゃんが何買ってきたの兄ちゃんって言われて VR だよって言って何に使うのって言って、それを見ると海外旅行とか行ったような感じになるんだよ、もう世界中どこでも見るとか言ったら、はあデジタルはすごいんだねって言って、でもね俺はコンピューターができた時パソコンとかあるだろとか言って、でコンピューターが出た時にね、俺がそのタクシー運転手ね、タクシー運転手の人がコンピューターが出た時に俺大体40超えてたかなぐらいでその時社長が言ってたんだよって言って、40超えのやつはコンピューターやんなくていいと、お前らもうどうせ定年退職だ、で40以前のやつはやんないとダメだ、やんないともう本当ダメなんだって言って、でも俺はやらない側だったからもうひたすらパソコンをバカにすることにしたんだっていう話をして、例えば野球あるだろって野村ってやつがいてなって言って、野村がデータ野球とかパソコン野球とかコンピューター野球とか言い出したんだよ、あいつはもう終わったって仲間内で言ってな、中継見るためにほら野村出てきた、あんなことやってるから負けんだよって言ってみんなで言ってたんだよって言って、そしたら数年経ってみろ、インターネットが出てきて、なんだ来たスマホが出てきた、もう全部デジタルになっちまった、俺はもう何もわからない、だけど俺は死ぬまでガラケーを使い続ける、そのまま死んでいくんだ、これが俺の誇りだってその運転手さんが言ってたそうなんですよ。でもそれってあるよねっていう、つまりこれから先多分それを全て AI に置き換えた人たちがこの世界に多分いっぱい出てくる。なんかお前、AI 野球だ AI とか終わったなとか、あいつはもう終わったやつなんだとか言って仲間内で盛り上がっていき、そのまま引退される人たちとそれを使ってるその分岐ラインがきっとあって、それが多分おっしゃってるように今の管理職の方々は多分もうスタイルを変えたくないんですよね。でもスタイルを変えられる人たちのところで働くしかもうないのではないだろうかって思い始めてきたんですが、なんかそれはちょっとみんなにいろいろこの問いを立てるとかスタイルの問題だと今聞いてて思ったんですけど。私でいいですか、問いを立てるって言った時、私は今日のようにやっぱ話をするっていうことだと思うんですよね。つまり異質な考え方の人に出会うことで、どうしてこの人はこういう考え方をするんだろうとか、こういうものの見方をするんだろう、だからその上司の方がいるからそういう問いが立つわけですよ。ね、それがだから私はどちらかというと逆を危惧していて、みんながその、AI コンパニオンを一人一人が持ったら、みんなねすごいですね、素晴らしいですね、あなたは帰ってきたらお疲れでしょ、なんか癒しのなんかをしましょうかとかって言われて、みんながその家族がいるのにそれぞれがコンパニオンと心地いいものとずっと話し続ける社会、それは問いが生まれませんよね。だからやっぱりその違う考えの人がいるということを知る、その後やっぱりこう会話をしながら対話をしながら、じゃあどうしたらいいんだろうそれって言って、ある時は何か一緒に行動を起こすことになるかもしれないし、何か物別れをするかもしれない。でもそういう問いを立てるっていうのはやっぱりいろんな人と出会ったり、いろんな今の場合だったり落合さんの話だといろんな道具に出会ったり、これなんか違うよっていう、やっぱりそういう経験なしには、経験をやっぱりいっぱいすることだというふうに私は思います。でもこれ結構面白いんですよね。対話不能なものってポリティクスとかでよく出てくるじゃないですか。選挙とかなんかもう俺たちは徒党を組んで対話することはやめたんだって言って、もう皆さんよろしくみたいな政党は全世界に今ものすごく増えているし、きっと AI だデジタルだ言うてるけど、もうそんなの関係ないっていう世界観はなんか今如実に現れてはいるので、そういう時どうしたらいいですか？そういう時対話不能な、だって多分彼の会社で起こってることは、対話不能な経営陣が徒党を組んで、もう AI なんて分からん、やってられん、あれは AI アホだとか言って過ごそうとしてるんですよ。だからそういう時にね、 A と B と対立するものがあったら、それを包含するようなもう一つ上の考え方、やっぱ他の人呼んでくるしかないってことですかね、それは
あ、だからそこに AI じゃない？ AI こう言ったかあー AI が入ってら、るそこに AI 入れる。あでも AI 多分その人たちすげえバカにしたりするからなんとわかんないけど、まあいい、面白いと問いをありがとうと思います。タリンさんどうですか。はい、そうですね。私もよく同じ質問されてなんか AI を始めようとしたらどうすればいいかっていうところがあって、例えば私が自分の作ったチャットボットをデモをするときですね、何でも聞いてくださいってなんか見に来る人に言って、なんかいきなりなんか質問してって言われても何の質問が出てこないとかでよく言われてます。ですからもし私がですね個人的ななんかやり方だったら AI を使い始めるためにまず雑談から始めてくださいいろんな話してて、それで仲良くなって、それで質問できるようになったらそれを仕事に使うのがいいんじゃないかなと思います。特にAI モデルがですねいろんな会社が作って、例えばジェミニとかクラウドとかチャット GPT とかいろんなグロックですね、いろんなものがあるんですけども、モデル自体はそんなにアーキテクチャが違いなわけではなくて、ほとんどがですねデータもインターネット上にあるものとかアーキテクチャそんなに違ってないのに、でも一つ見てお分かりだと思いますけども、性格が全部各会社が違うんですね。例えばクロックだったらちょっと慣れしい感があって、チャット GPT だったら何でも褒めてくれます。やっぱりそういうところがあって、でまずいろんな何かを指示するっていうよりまずなんか近況のなんか雑談とかいろいろ話して、AI ってこういうものなんだって親しくなって、それで使い始めたらいいんじゃないかなと思います。でもっていうことは会社の飲み会で音声モードとかにしてみんなで遊んでみるのが多分一番いいんじゃないかなと、今の結論から聞いたら。つまりなんか使わせないといけないんで、なんかこうみんなでビール飲んでる真ん中に「ほらこれ最近の AI なんだよ、みんなで遊ぼうぜ」って言って置いて「へいこんにちは」とか話して「うわー喋った」ってなった上司とかをこう見ながら遊ぶっていう、その場合だったらクロックの兄を兄ちゃんがね、兄ちゃんを下着にするためにおじさんが頑張るっていうのは。いやそうツイッター上で本当みんなそればっかりやってたんですよ。そう不思議な世界なんですあれ。実にグロックらしいジェンダーバランスの崩れた AI がありまして、はいはい、じゃあそう会話グロックもそうなんですけど、セサミとかもあって、音声入力じゃなくて音声会話型の AI が今すごい発展してて、本当に映画の歯みたいに喋るんですよ。ちょっと自虐みたいな、この前喋ったら私は AI だから本は本当には理解できなくて皆さんの本の感想をまとめてるだけなんです、ちょっと悲しいですとか言い出して、なんか真剣に AI で喋って真剣に笑ったの初めてだわと思ったんですけど、でちょっとだからまずは何でも本当酒飲みの時に隣の子と喋ってるぐらいのネタみたいなので使うのが全然 OK だと思って、こんなことできるんだっていうのが OK だとは思うんですね。で一方ちょっと私一応研究者なのでもうちょっと真面目に使おうと思った時にあまりにも自然な会話危険じゃないかと思ってて、単に酒飲んで雑談してるだけのようなメンタリティーになってて、これで本当にそういう真面目なことを調べようっていう心が失われてて、自分の方にでだから単に雑談だけで延々楽しくなっちゃってるんですよ。で人間って言語って毛づくろい説ってグルーミング説だって、言葉って情報トランスミッションじゃなくてお互いにこう関係性を維持するみたいな毛づくろい説ですねっていうのが実は本来の姿で、言葉にでこう論理を載せるってすごい後の近代から来たので、なんか人間がその毛づくろい説でさらに戻りそうなっていうのがちょっとあまりにも流暢な AI 会話を見てて逆に危険だと思ったんで、その頭の固い上司を毛づくろいの世界に誘うのか誘っていいのか、文明人だった上司だからそれはやっぱり俺はそんな毛づくろいのカンバセーション乗らないぞって言って昔のようなエクセルまででいいとかっていうのもそれも一つの見識かもしれないと思います。エクセルを打ってるっていうのは古風に頭使ってるってことですか。そうです。だからもっとだから要するに手計算のいいっていうのは偉いじゃないですか今や。だからその AI キャバクラみたいになっちゃって、そっちにうおーっといて俺は AI 使ってるぞって永遠キャバクラになってるのかっていうのもまあ面白いんですけど、どうなんでしょうねっていう。おっしゃる通りだと思います。ブーさんいかがですか。 How about like because of his company's board member,
doesn't want to use the AI. Then how to like use these kind of like old-fashioned people to use AI, or like how to introduce these kind of the systems, or how to break through them? Like, how do you have a mind? Yeah. Well, I think as you mentioned at the beginning, some people will learn to adapt and change, and some will refuse to, right? And I think that's personal preference, and I think in time, I think with the internet and the mobile phone and the smart device, people had a lot of time to catch up. I think AI moving a lot faster, so maybe they will refuse now, but in a year from now, they might have to join in this one. And I think it will remain to be told. I think for your case, I think it's just we choose the people we hang out with, we choose the company that we work in, right? And so if you're very AI forward and you really want to use AI in transforming your work, and if your company, even though your boss might not know how to do it, but is creating an environment for you to thrive and recognize that, then it's great. Now, if your boss are afraid of AI and say you shouldn't be use AI because then they're replacing my job, then it might raise the question whether that's the environment where your skill set can thrive as well, right? And so it might be time that we look for organizations that appreciate your ability to use AI in your work, right? And I think we right now have to treat AI is like if you use AI to give you an answer, your boss have to appreciate that for you taking initiative and not feeling like you cheating and you're not smart enough and you're relying on AI to do your work. Because if AI do that, I can do something that's much better. But I think each of us have to find what is that we can do better than AI. Otherwise, our job will also be at risk in the future, right? But I think allowing everybody to use AI and appreciate that is one way to do that going forwards. But I don't think we can force people to do it. I think a lot of people will recognize it sooner than later, and it depends on the environment where we're in. I was part of the World Economic Forum, and we have young startups, right? We are AI native just like us because we use AI to do everything. And we have big organizations that have 200,000 employees, and they would still ask the question, why do I have to use AI? And maybe they don't have to because they have hundreds of billions of revenue and nothing's gonna change anytime soon. But if they don't change now, maybe they start losing the talents that people like to use AI. And then maybe eventually it will impact them. But that impact doesn't happen in the next 3 months, 6 months, but maybe in a year. Yeah. Right? Yeah. ありがとうございます。もう一方お質問がそこで上がってたから。Hi, my name is Tatiana. I'm from Brazil, and I share a little bit of your story of going to the U.S., not knowing much of English, like speaking. And I went to the University of Tennessee in there, and had a really hard time. So after a few years in the U.S., I went back to Brazil and had 3 kids, and I didn't want my kids to go through the same thing as I did. So I developed my own program to help them learn English. It's an after-school program. They were here for 5 days, so today I didn't allow them to come, but they are fluent, and the program grew quite a bit. We have about 250 kids in my city, and the kids are learning, moving to the U.S. and going to school and doing great in school, coming from the U.S. and to Brazil, to our city, and doing really well. So one thing that's preventing us, we developed our own methodology, and one thing that's preventing us to grow is pretty much having enough people trained in order to develop the curriculum that we designed. So that's an issue. We are open to use AI. We actually have scratched the surface with Elsa. So my husband kept looking, and he's with the kids today, but he kept looking and to several other platforms. We moved to the US last year for a little bit with them to see how they were doing and seeing what other schools in the US were doing too as far as second language learners. And we found a lot of things that we've been testing back in Brazil and has been great. What I want to know from you guys, how the AI has been working in classrooms, if you've seen any AI in a classroom environment instead of one-on-one. Because in a one-on-one, the parents can kind of help at home. In the classroom, that's where I haven't seen anything happening yet. And the classroom is extremely important, as we all know, for the kids to engage and play. They need to practice, and the practice will come through this environment that we create for them to learn the language. And again, the pool of people that really can speak English and teach English is not that
great. So we are looking more towards having mediators and facilitators and using AI as the main port of delivering the real content. Thank you so much for the question. It's actually a great question. When I started the company 9 years ago, I went to teachers in the classroom and I say, I can help you teach your students speak better English. Because again, growing up in Vietnam, and I know it's similar to a lot of countries, the teachers don't even speak good English themselves, but they really, really want to help the kids to speak better English, right? And they don't have the capability. But back then, the teachers were very afraid and said, oh no, but then you take my job away. 9 years later, we're working with lots of schools actually in Japan, and I have my Japan team here. About 2-3 years ago, we have a private school in Tokyo come to us and say, can I use ELSA in the classroom? We didn't even have a school solution at that point, but we just offered the solution to the teachers. And I think in Japan, the great privilege is that all of the kids have a smart device in the class, a tablet, right? So then we offer to the students, to the classroom, and they see amazing engagement. The students started speaking more because they were very afraid, right? Like they didn't have the time to speak in the class, and the teachers don't have the time. And now we work with Shibuya School District. We work with hundreds of schools in Tokyo alone, but also thousands of schools in Japan, that they use ELSA in the classroom to help the students having more speaking time. Because more speaking time means more confidence. It means that they can start speaking better. And we also partner with, probably for people in Japan, you probably know Sundai. We partner with Sundai as a group to offer ELSA to pretty much all of the schools in Japan right now. And I think that's for us is the biggest impact that we can reach, because we really want to help the student to start speaking in the classroom so that they see that confidence. Yep. Otherwise, when they wait to the workforce, and when you start working, it's a little too late, right? Because you get a lot of distraction at that point of time. So yes, we do work with teachers. And right now, the teachers really love us because we take away all of the mundane tasks. We allow teachers to focus on helping the students and finding that motivation and inspiration. And the teachers don't have to worry about all of this little tasks. We even help the teachers automate their curriculum. They can do all of that using AI so that they don't have to do all of this work that takes so much time. And by the time that they finish, they don't have energy to help the students anymore. クイックやっぱり先生のためのティーチングアシスタントとして使うっていうのと生徒のためのテューターとして使うっていうのはあると思うんですね。でも私はここで考えなければいけないのは、何をどこに使うか、何のために使うのか、何を学んでほしいのかというところなしには使えば使うほどいいというわけではない。どこに使わないのかという選択も必要だというふうに思います。はい、僕もそう思いますけど、そう思いますね。あと僕はさっきの会話時間を伸ばすっていうのは結構重要な観点だと思っていて、会話って一人じゃできないので、AI によって会話時間を伸ばすっていうのはで学生同士で喋ってもなんか結構詰まっちゃうので、そこに AI が入ってるっていうのは非常にいいユースケースだなと思いつつ、歴本先生が何か言ったそうなの。そうか、NHK の「チコちゃんに叱られる」って番組はご存知ですかって難しいから。This is I'm talking about the NHK TV program that the human actors and also the computer-generated characters. And the computer-generated characters sometimes say very, very stupid things. But it's very important. For the normal classroom, only the teachers and the student. So they like a teacher doing a lecture and the student can receive what. But some agent, robot, suddenly say very, very stupid questions. That is very important because I think the AI should not be always clever. The AI can have a very basic questions or very stupid things that can accelerate the student motivation. That also they motivate the student conversation discussions. So the AI cannot always clever. AI should be who. That's my opinion. Thank you so much for questions. Then そろそろ時間があれになってきたので。私最後締めようかなと思ってたんですけど、ちなみに万博含めてこの4単語あるんですが、この4単語どれが日本語になった順に古いかって思いますかって言って、ラブとか愛とか万博とか美術とか写真とかあるんですけど、日本語でこの中で一番古そうなのは実は写真で、はい、写真をまず輸入して、でその間になんか英語辞典を作ってたらラブが出てきて。
で万博に出展することになったので、あ、違う違う、ごめん逆だ、写真が古くて次万博に出展することになって、万博に出展することになったのでアートが生まれてみたいな。でその間にラブが生まれたぐらいな感じなんで、実は日本語の翻訳語って結構変なんですけど、なんで万国博覧会って日本にとっては結構重要なイベントでして、19世紀は文明開化をして工芸品をどう売るかっていうのがポイントで。で20世紀は技術ナショナリズム、つまり我々の日本って戦後じゃないよ、なんか売らない、もうすごい良くなった国だよって言った。で21世紀になると今度は地球規模課題に応答するっていうのが重要で、僕らは今地球規模課題について喋ってたんですけど、まあ AI は地球規模課題、つまり我々がどう文明論的に生きていくかっていう地球規模課題について今日は喋らせていただいてテーマウィークとさせていただいたんですが、まあ、でも今日おかげで素晴らしいセッションになったと思いますので、最後一言ずつコメントをいただいて締めようと思いますので、まずはブーさんからこっちに流していかないかなと思うので、最後一言お願いします。Finally, like we need everyone's short comments, like Thank you so much. I think it's an exciting time. I think there's a lot of opportunities for us to start pursuing what we really care about and don't have to learn all of the boring things. So we let AI do that, and then we just focus on the most important thing that can solve the human challenge in this world. Thank you. Thank you. 55年ぶりに万博にまた来て非常に楽しくて、そういう感じで、AI ってここまで来たかって、さらに50年後にもし日本で万博したらどうなるだろうかちょっと思いながら考えたんですけど、なんか非常にいろんな話題が出て実りの多いセッションだったと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。そうですね。AI は、いろんな情報を、提供してくれるんですけども、その情報は、答えではなく、なんだっけ、その情報はどう使うかやっぱり人間次第なので、そういう考え方にしたらやっぱり AI がくれるものは、どういうものなのかを考えて、人間も学び続けられないといけないかなと思います。はい、ありがとうございます。今日のテーマは、AI 時代の遊びと学びだったんですよね。私はその遊びを育むことってやっぱり生きる力を育むことではないかなというふうに思います。Fostering play is fostering life。やっぱり私たちそれは子どもだけではなくて大人自身も私たちはやっぱり遊び続ける、それが生きていくことにつながるというふうに思います。はい、僕はこのセッションで一番重要なのはグルーヴだと思っておりまして、グルーヴですね。つまりなんか音楽に乗ってると楽しいじゃないですか。でも音楽じゃなくてもいいんですよ。別になんかさっきいきなり僕が全員英語で喋ろうって言った瞬間めっちゃ楽しかったので、楽しかったでしょ。であとなんかみんなでこう和気あいあいと質疑応答とかしながらこう交換するのも楽しいじゃないですか。つまり楽しそうにしてると人間はなんか楽しいと思う性質がありまして、みんなで楽しいセッションになればいいなと思いましたんで、みんなで楽しくフリートークでやらせていただいたんですけど、結果的にいろんな方向に散乱しつつ、最後やっぱ楽しいっていうのはラーニングではすごい重要なんで、そこを起点にAI を使っていったりとかですね、いろんなカルチャー見ていったりするのが大切なんだなというのが皆さん持ち帰っていただければ、いろんなトゲがあったと思いますけど、そのトゲをこううまくですね、自分に一番刺さったトゲを持って帰っていただければよかったかなと思います。というわけで2時間超長くお付き合いいただいてありがとうございました。このにて終わりにしたいと思います。ありがとうございました。Thank you very much. Thank you very much. Wow, this concludes the session. Again, thank you to our Mr. Ochiai speaker and all the other speakers for truly engaging and playful or groovy discussion. 皆様、今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。